こんにちは、メガネチャンネルです。2021年を前に世の中はまだまだ落ち着きを取り戻してないですよね。感染を拡大させないために世の中では移動の制限や交通の規制なんて動きも出てきています。そこで皆さん、2021年の初詣はどのように考えてますか？毎年大晦日元日には有名な神社にね、大勢の人が交通機関を利用して殺到していますよね。さすがに今年はこういう初詣は避けたいなっていう人多いんじゃないでしょうか。そこでメガネチャンネルでは感染を拡大させないで、より初詣を楽しんで有意義なものにしてもらうためのご提案をしたいと思います。皆さんの2021年の初詣の参考にしてもらえたら嬉しいです。提案その1、氏神様をお参りする。氏神様というのは、同じ地域に住む人たちが共同で祀る神様のことなんですね。皆さんは自分が住む土地の氏神様を知ってますか？自分たちが住んでいる地域を守ってくれている神社なので、何よりもまずは氏神様にお参りをするといいんですよ。現代では引っ越しも当たり前になりました。だから今住んでいる地域の氏神様を知らないっていう人もたくさんいると思います。この機会に調べてみるといいと思います。これだったら交通機関を使わなくても、まずはお住まいの地域の氏神様をお参りするだけで3密は避けれそうですよね。神社庁のウェブサイトにアクセスすると、簡単にお住まいの地域にある氏神様が検索できます。概要欄にリンクを貼っておきますので、ぜひ調べてみてください。はい、提案その2、恵方参りをしてみよう。初詣の起源の一つが、毎年自宅からその年の恵方の方角にある氏神様にお参りをするという方法があります。江戸時代まではポピュラーなお参りの仕方だったみたいですよ。明治時代になって交通機関が急速に発展して、遠方の有名な神社にも足を伸ばせるようになったので、初詣は今の形になりました。関西では節分の時に盛んに恵方参りをしていたそうですね。それが節分の時に食べる恵方巻きの名残にもなっているんですよね。2021年の恵方は南南東です。自宅から南南東の方角にある氏神様を探してみましょう。交通機関に頼らなくても行ける距離の神社ですので、これもまた3密を避けることができると思います。提案その3は、初詣は松の内1月7日までに行けば大丈夫。初詣といえば大晦日や元日と思っている人はとても多いと思います。年をまたぐお参りを2年参りというくらいですから、元日や三が日の初詣にこだわりのある人、とても多いかもしれません。もともとは年ごもりといって、その家の家長が大晦日から元日にかけて氏神様の社にこもる習慣が起源になっているんですよね。だからなのか、初詣の参拝客って 50% が元日のお参りに行ってるらしいですよ。これはかなりの密な状態ですよね。初詣の代表的な時期は元日、三が日、松の内が最も代表的です。なので、メガネチャンネルとしては松の内の初詣をおすすめします。松の内は神社や家庭に神様がおいでになる期間のことです。門松やしめ飾り、鏡餅なんかもこの期間に飾りますよね。関東では1月7日、
関西では1月15日が松の内にあたります。元日を避けて松の内まで期間にゆとりを持てばきっと3密回避できますよね。さあ、いかがだったでしょうか。メガネチャンネルのおすすめする2021年コロナ禍での初詣の提案でした。しっかりと感染対策をして不安のない初詣をしましょう。お参りに大事なのは願い事よりもまず日頃の感謝ですよ。ためになったなと思っていただけたらいいねボタンよろしくお願いします。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。年内ね、まだ動画出しますけど、1年のお礼と挨拶をさせていただきます。今年1年、メガネチャンネルを見ていただいてありがとうございました。皆さん、良いお年を。